皆様こんにちは。地理学出身のジオラマ制作担当アトリエモデジです。今回は河川中の工作に挑戦します。鉄骨のトラスの自作に挑戦してみました。そのためかなり悪戦苦闘したんですけど、このやり方だとこうなるのかとか、それやるとこうなるよねとか、工作のきっかけですとかエンタメ要素としてもしお役に立つことがあればと思いまして、その紆余曲折も含めて動画化いたしました。モデルになった河川中の紹介、各部材の制作編など細かくチャプター分けしましたので、チャプターもぜひご活用ください。もしうまくいったバージョンのみ見たいんだっていう場合は、最後のおさらいっていうチャプターとその前にある完成っていうチャプターをご覧ください。でもやっぱり最後までお楽しみいただけましたら幸いです。また小物制作の動画をまとめた再生リストを作りましたので、よろしければそちらもご参照ください。まだまだ古い動画が多くって音声解説ではない動画が多いんですけど、少しずつ音声解説でリニューアルしていく予定です。今回再現する河川柱は南部線で見かけたこちらの河川柱です。この河川柱、単線河川柱を2つ組み合わせた個性的な複線の河川柱になっていました。既製品の加工で再現できないか模索してたんですけど、近くで見ると鉄骨太くないですか。これを既製品の加工で雰囲気出すってちょっと難しいなって思っちゃいました。この太い柱、やっぱり自作するしかないですよね。ちょっとやれるだけやってみます。こちら側の個性ある河川柱はボスケ派感が満載で、この再現が鍵になりそうだなと思います。しかもよく見てみると、柱だけじゃなくってビームの部分も柱の太さに合わせて太さが太くなってます。またビームと柱の接合部、ここも再現できたら雰囲気出せるなって思いました。詳しくないんでこの部材の名称よくわかんないんですけど、アームみたいな部材も再現できたら雰囲気が出そうです。いつものようにアレンジを加えながら再現してみようと思います。画面右側の河川柱は各メーカーから発売されている複線河川柱を加工すれば再現できそうなので、パーツボックスを漁ってみることにします。モデルとなった河川柱の紹介調査は以上となります。モデルとなった河川柱の調査を終えましたので、早速工作を開始します。トラスの柱を自作しますので、材料をご紹介します。まずはこちら、プラストラクチョ製の L 型鋼を用意しました。そしてプラ板を細く切り出しておきます。最初は 0.3mm 厚のプラ板を細く切り出して制作をスタートしたんですけど、途中で 0.5mm 厚の方がどっしりするなってことで、途中から 0.5mm 厚のプラ板を細く切り出したものに変更しています。なので仕上がりは 0.5mm 厚のプラ板によるトラスになっています。ちなみにこの動画は 0.5mm 厚のプラ板を切っています。L 型鋼をカッティングマットにマスキングテープで仮止めします。そして細く切り出したプラ板を現物合わせでカットしていきます。カットしたら同じ長さにプラ板を大量で生産します。これは同じ動作を繰り返す方が作業性が高いためです。製造業の作業性向上と一緒だなーなんてちょっと思っちゃったんですけど、この後やり方変えてます。カットを終えたら部材にカットしたプラ板を接着していきます。カッティングマットの目地を参考に接着していきました。接着を終えたら部材を垂直に向きを変えてマスキングテープで仮止めをします。仮止めを終えましたら、次の面を作るために部材の向きを変更してマスキングテープで仮止めをしたら、次の L 型鋼をマスキングテープで仮止めしていきます。先ほどと同様に細く切り出したプラ板を L 型鋼に接着していきます。こちらもカッティングマットの目地を参照しながら接着していきました。ある程度接着が進んでくるとマスキングテープで接着がうまくいかなくなりますんで、マスキングテープを外して接着を進めました。柱は四角なんで鍵括弧型に部材を作って組み合わせていったらいいんじゃないかって考えて、 L 型鋼をマスキングテープで仮止めして2個目の部材を作ります。これができたら先ほどできた部材と組み合わせていこうっていう考えです。接着を終えたら部材をマスキングテープで仮止めします。1箇所止めたところでちょっとした違和感があったので、先ほど作った部材を横に置きます。本来この2つって柱になると手前と奥の斜めの材料がちょうど対称になるように、うまく言えないんですけど、遠目に見るとバッテンになるように見えるんです。でもこれバッテンじゃなくって同じ向きに傾いちゃってますんで、向きを間違えちゃったみたいです。せっかく作ったんですが、部材を作り直します。
幸いトラス型に部材が接着されましたんで、トラスを外して最初に作った部材をあてがいながらこれの反対になるように接着しました。で、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、接着する時に部材は反対向きになるんで、このまま接着したらバッテンになってくれないんです。そうです。はい、やり直しいたします。まさに3度目の正直になるかって、今回もこうなったかななんていろいろ思いながら作業を進めていきました。実は3度目の正直にならなくて、4度目もう1回やり直しているんですけど、動画では省略しました。できた部材は当初は鍵括弧型にして組み合わせる予定だって先ほどお話ししましたけど、この調子だととんでもないことになりそうでしたんで、この字型に組むことにしました。この字に組んだ部材に細く切り出した部材を接着していこうとするんですけど、これなかなかうまくいかないんで、トラス部分だけ最初に組み上げて、これを L 型鋼に挟む込んでみようと。どっちにしてもちょっとチャレンジングなんですけど、やってみますがちょっと気が重いです。ちょっとジオラマに仮置きして、気持ちを切り替えてテンション上げます。乾燥したトラス部材を接着していきます。思ったよりすんなり接着が進みました。このように接着を終えています。初めての挑戦にしてはいいかもなんて自分に優しいセリフを心の中でつぶやいたりしたんですけど、一方でこれもう一つ作んのなんて思ったりもしました。柱の上には蓋のように鉄板が接合されていましたので、プラ板でそれを再現します。そのために天板部分に接着剤を塗りました。でもこれよく見ると四角じゃなくって台形になっちゃってるんで修正します。目を細めればなんとか長方形に見えるように修正できましたので、改めて接着剤を塗ってって思ったんですけど、今度微妙に柱の高さが揃ってないんですよ。なので柱の高さを揃えていきます。改めて天板を接着しました。やっぱり微妙に長方形が崩れてて、これなんとかなんないかな。最初に天板ありきで制作したらもっとかっこよく仕上がるかもしれませんね。どうしても自分が納得できるように作り直したかったのでやり直します。失敗ではなくってこのやり方ではないことの発見だっていうことで、エジソンの言葉とされる格言が頭をよぎりました。最初に長方形のプラ板を用意することにしました。まずは切り出した L 型鋼の一つに長方形の天板を接着します。そしてその天板にもう一本の L 型鋼を接着します。接着を終えましたらそこにも長方形のプラ板を接着しました。細く切り出したプラ板でトラスを製作していきます。最初に作った柱を参考にしながら製作を進めました。次の面を製作するために向きを変えて L 型鋼を接着して再びトラスを組み上げていきます。さらに次の面のトラスを製作します。この宙に浮いている面のトラスを作るのは結構苦戦しました。残りの面はこのように製作しました。柱の天板と底板の間の隙間に瞬間接着剤を持って隙間を埋めます。乾燥したらヤスリがけをしました。トラスの組み上げを終えましたので、最初に製作したトラスと比較してみます。こうして比較してみると、最初に作った方はちょっと水平垂直が不安定なので、作り直してよかったです。プラストラクト製のトラス素材が手持ちでありましたので、架線中のビームに使えないかなって持ってきました。実物と比較してちょっと細すぎみたいなので、今回は残念ながらこの部材の使用は見送ります。やっぱり自作した方がいい感じになりそうでしたので、再び L 型鋼を用意しました。先ほど作った柱を横にしてサイズ感を確認してみます。意外とこれぐらいの太さの方が雰囲気出せそうです。柱とビームの接合部の鉄板を再現するためにプラ板を切り出しました。柱材をあてがって太さを確認しながらプラ板を切り出します。マスキングテープに L 型鋼とプラ板を仮止めし、大体の雰囲気の確認をしてプラ板のサイズを調整します。プラ板のサイズを少し調整しましたので確認していきます。これを繰り返して調整を進めました。ビームの長さを決めるために金属定規にビーム素材をマスキングテープで仮止めして長さを決めます。 L 型鋼を決めた長さにカットしました。片面2本ずつの合計4本切り出します。プラ板と L 型鋼を接着をしていきます。
プライターと L 型鋼の隙間に瞬間接着剤を持って隙間を埋めます。その上から愛樹さんに作っていただいたリベットを接着していきました。愛樹さんの作品は砂防ダムと渓流のある山岳風景のジオラマ作品と青梅線のジオラマの2作品を私の視点で作品紹介をさせていただいています。もしよろしければすっごい作品ですんで各動画もお楽しみください。ビームの裏側にトラスを再現するために細く切り出したプライターを接着していきます。時々表面に返して雰囲気を確認しながら作業を進めています。部材が出揃いました。引き続きビームの工作を続けますが、その前にやっておいた方が良さそうなことをやっておきます。ストックしてあったトミックス製の架線柱のパーツを切り出しました。このパーツを使用しますので、加藤製品の架線柱のものと高さを合わせるために位置の確認をします。ここの赤いラインに部品を設置するようにビームの高さを決めました。この部品を柱に設置するための受けの部材を L 型鋼を使って再現します。それではビームの位置を決めます。あらかじめ L 型鋼を設置してありますので、そこよりも上になる範囲でバランスが良さそうなところを実際にこのようにビームを移動させながら検討をしました。位置を決めましたら接着剤を塗布してビームを固定します。このビームの位置が架線柱の印象をすっごく左右しますので慎重に作業を進めました。反対側のビームはビーム同士での上下のズレがないようにさらに慎重に接着をしています。上下のトラスを再現していきます。柱やビームと同様に細く切り出したプライターを接着していきます。回数重ねたんで一番最初に作ったパイロット版の柱のトラスよりも、パイロット版になりました。あれよりも格段に作業性が上がってます。やっぱ自分への教育訓練って大切ですね。ちなみに部材はざっくりとした長さにカットしてますので、はみ出した部材は眉毛バサミでカットしています。全体の形が整いましたので、今度は電線を支える支柱を作っていきます。細く切り出したプライターを長さのバランス意識してカットしたものを接着します。そして最後に横の材料を接着して、とりあえずで次の工程に進みました。外紙は最後の最後に接着します。いやー、やりました。まだ未完成ですけど完成しました。いやー、動画でこうやって再編集で見ても感動します。まだ外紙がついてなかったりとか架線を支える部材がついてなかったりするんですけど、もう形になったのが感動的で思わず記念撮影しまくりました。お付き合いくださいましてありがとうございます。作業に戻ります。サーフェーサーで塗装します。接着剤のはみ出しなどを確認してヤスリがけをして再びサーフェーサーを拭くっていう、地味な作業を繰り返します。ジオラマに配置して特にパンタグラフとのクリアランスを重点的に確認しました。続いてこの架線柱には張力調整装置が設置されていましたので、加藤製の複線ワイド交換ビーム架線柱に付属するものを使用して現物とはちょっと形違うんですけどアレンジして再現することにしました。雰囲気が出ればそれで OK なんで L 型鋼で受けの部品を作っていきます。受けを接着したら張力調整装置を接着しました。部材名称知らないんですけどこの部品を筆塗りしていきます。パイロット版の柱を使用しまして、この架線柱の特徴の一つでもある錆の表現をテストしてみます。エナメル塗料のフラットブラウンとフラットブラックを調色しまして塗ってみました。なんとなく良さげなんでこれで本番行くことにします。実際に本番の架線柱を汚しました。あんまり錆を強調しすぎましてもあれかなと思いまして、以前上野駅を作った時はかなりサビサビにしましたが、今回は少し控えめに塗ってみました。上野駅の動画は概要欄にリンクを貼っときますので、もしよろしければご参照ください。続いて外紙を塗装します。塗装は筆塗りをしました。続いてコンクリート柱の架線柱を製作していきます。当初はトミックス製品を加工して再現しようかなって考えてたんですけど、廃棄したレイアウトで使用していたワールド工芸製の架線柱があるのを思い出しまして、ズタボロになっちゃってたんですけど、それをばらしましてカットしました。20年ぐらい前の私が制作したものなんでちょっと状態があれだったんですけど、この後各面をヤスリがけしてなんとか、復活というか復旧できるようにかなり見違えるようになってくれました。結構ズタボロでした。ハンダ工作はもうほんとマジ勘弁なんで瞬間接着剤で組み立てています。
電線を支える支柱は加藤製品のものを切り出しまして使用します。この支柱の足場を支える部材をプラ板で追加しました。接着したらマスキングテープで部材が離れないように仮止めしまして乾燥を待ちます。次に電線を支える支柱を接着していきます。先ほど製作した下線柱に接する部分に 1mm 角棒を短くカットして接着しました。コンクリート柱は加藤製の複線ワイド交換ビーム下線柱の柱の部分だけをカットして使用します。トミックス製の複線下線柱パイプ型のもののこの部品のこのリングの部分、この下線柱のビームの固定金具の再現に使用してみようと思います。下線柱を仮接合させてビームの高さを確認してマークします。先ほどのリングパーツを目印に合わせて接着するんですけど、これ K が合ってないんですよ。無理やり接着するような感じで押し込むような感じで接着しました。下段側には柱にモールドされているはしごが干渉してきますんで、カッターでカットしましてヤスリがけをしてからリングパーツを接着しました。ちなみにこのパーツ、先ほど K が合ってないってお話ししましたけど、無理やり接着って言っても何度もパーツが飛んじゃって、確か4つか5つぐらいやり直してます。なくなっちゃったんですね、どっか行っちゃって。接着を終えましたらサーフェーサーを拭いて、先ほど接着したリングパーツなど船塗りで塗装しました。乾燥したら下線柱のビームの部分を柱に接着します。続いて外周を接着します。接着には瞬間接着剤を使用しました。いや実はせっかく接着したリングなんですけど、少し太くって分厚いなと思いまして、以前八丁縄定期のジオラマで NTT の地下配管を再現する時にマスキングテープを巻いて継ぎ目を再現したことを思い出したんですね。で今回もこれを応用してマスキングテープを切り出してそれを柱に巻きつけて再現してみようかなと思って、それにやり方を変えることにしました。サーフェーサーを吹いて、そして筆で塗装をしていきました。次に外周を塗装します。塗装は筆塗りで、塗装しています。瞬間接着剤で柱とビームを接着しました。今度はこんな感じに仕上がりました。次はいよいよ下線柱の接続です。瞬間接着剤を使用して下線柱同士を接着します。水平垂直を意識しながら慎重に作業を進めました。実はこの後水平垂直を調整してましたら、だんだんとビームを支えているマスキングテープが浮いて剥がれてしまいまして、最初からやり直すことになりました。マジかって思ったんですけど、もうしょうがないんで、サーフェーサーを吹き直して部材を筆塗り、ここからやり直します。100円ショップで購入した塗料ペンではしごを塗りました。柱を汚して塗装します。先ほど調色したエナメル塗料を使用しました。今度はちょっとやり方変えます。プラ板にマスキングテープを貼って切れ目を入れて塗装してみました。それを柱に巻きつけることにします。まずは下線柱の高さを確認して塗装したマスキングテープを巻いていきました。ビームと柱はゴム系の接着剤で接着しました。はみ出した接着剤は取り持ちで除去します。最後に下線柱同士を同じくゴム系の接着剤で接着しました。想像通りって言いますか、想像以上って言いますか、やっぱりすっげえやり直しを繰り返しまして下線柱が完成しました。まずは斜め上からの映像をお楽しみください。1回転いたします。今度は正面からの映像をお楽しみいただきます。何度もやり直したんですけど、この映像を見てやり直してよかったなって思うのと、その失敗も大きな財産になったなって思いました。やっぱり何事もチャレンジしてなんぼですね。ほんともう勉強になりました今回。いやこれは大変でした。それでは最後に駆け足でおさらいをいたします。まずは材料をご紹介します。プラストラクト製の 1.2mm の L 型鋼、細く切り出した 0.5mm 厚のプラ板、天板と底板にする長方形のプラ板、これらを用意します。 L 型鋼に天板と底板を接着していきます。次に細く切り出したプラ板でトラスを再現していきます。そして次の面のトラスを組み上げていきます。各面を順繰りと製作していきました。2本の柱を組み立てます。
柱とビームの接合部の鉄板をプラ板で再現するためにプラ板を切り出します。ビームの L 型鋼は4本使用しますので4本を切り出しました。 L 型鋼とプラ板を接着します。次にリベットを接着します。部材を裏返してトラスを再現していきます。柱にはあらかじめビーム直下の部分の L 型鋼を接着しています。柱にビームを接着していきます。ビームは2枚ありますので慎重に作業を進めました。ビームの上下にトラスを再現していきます。電線を支えるための支柱を作りました。サーフェーサーを吹いて接着剤のはみ出しをあぶり出してやすって拭いてを繰り返していきます。加藤製品の複線ワイド交換ビーム下線柱の張力調整装置を接着します。部材を筆塗りします。電柱の下線柱はワールド工芸製の製品を加工して使用しました。加藤製の複線ワイド交換ビーム下線柱の柱の部分を用意します。柱をサーフェーサーで塗装して部材を筆塗りしました。100円ショップで購入した塗料ペンではしごのパーツを塗装します。柱の汚し塗装をします。塗装したマスキングテープをカットしたものを柱に巻き付けていきます。ビームと柱をゴム系接着剤で接着します。以上で完成となります。今回も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございます。次回もまたお会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。さようなら。